ガンダムの世界には作品を際立たせる魅力的な女性キャラクターが多数登場します。しかし一方であまりにもぶっ飛んだ性格から視聴者の怒りを買う悪女と呼ばれるキャラクターも登場します。今回はそんなガンダム界の悪女についてフォーカスしていきます。解説の都合上結末までのネタバレを含みますのでご注意ください。なおこのランキングは当チャンネルで実施したアンケートの投票結果およびコメント欄の反応をもとに作成させていただいています。投票総数 2.1 万票、総コメント数245件、皆様たくさんの投票およびコメントをいただき本当にありがとうございます。詳細が気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。第10位、レコアロンド。機動戦士ゼータガンダムに登場し、主人公カミーユリ団が所属するエウーゴの仲間として戦っていた人物です。戦いの中で中盤でシロッコと出会い、ティターンズへ投降し、カミーユたちの前に立ちふさがりました。裏切った理由がシャアに振られたからというもので、ティターンズに寝返ってからはシロッコの甘い言葉に陶酔していき、サイド2へ毒ガスを注入して虐殺を行う作戦の指揮を執るといった活動を行いました。ただし良心はあったようで、ティターンズに属してからもファーをかばったりカツをかばおうとしたりするなど、戦争の中で穏やかな心を殺しきれない自分に葛藤したキャラということで10位とさせていただきました。私は自分の心に背きたくなかった。それだけです。第9位、シーマ・ガラハウ。機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーに登場したキャラクターです。シーマは劇中でベラーズフリートとして参戦します。モビルスーツパイロットとして非常に優秀な腕を持っていますが、ジオンへの忠誠心はなく自らの利益を優先します。そのため連邦軍との密談を計画し、ベラーズフリートを裏切ることで永住権の獲得を目論みます。ベラーズを射殺したもののアルビオン隊に発見されて裏取引が失敗し、最終的にはデンドロビウムのゼロ距離射撃により最後を遂げました。劇中の作望から見ると自らの利益のために何でもする悪女のように映るキャラですが、その生い立ちとして一年戦争時ジオン軍で破壊活動やコロニーへの毒ガス注入などの汚れ仕事をさせられており、その仕事の結果望んでいなかったにもかかわらず行き場を失ったという悲しい経歴を持っており、ジオンへの忠誠心を持たないのは当然なので一概に悪女と言い切ることができないキャラクターですが、0083劇中の立ち振る舞いのみを重点において9位とさせていただきました。私は知らなかった。毒ガスだなんて知らなかったんだよ。第8位、キシリア・ザビ。機動戦士ガンダムに登場し、ジオン公国のロイヤルファミリーであるザビ家の長女です。兄のギレンとは政治的に、弟のドズルとは軍事的に対立していました。抜邸のガルマに対しては自分への忠誠心を持たせるためにある程度優しく接して利用していたような印象を持ちます。このようなキシリアはキャスバルを暗殺するために無関係な民間シャトルを爆破し、グラナダ市長や反対する政治家などを次々暗殺していきます。さらにアッザムがやられた際はまだ味方がいる採掘基地を爆破していました。このようにジオンのためという名目のもと、自分の野心のためには不要な人物を次々暗殺し、アバオア空戦でギレンを射殺してジオンの指揮を取るものの、最終的にはシャアにバズーカで撃ち抜かれて戦死するという最後を遂げています。自らの野心のためには何でもする冷徹な女ということで8位にさせていただきました。秘密保持のため基地を爆破しなさい。第7位、シャクティ・カリン。機動戦士ビクトリーガンダムのヒロインです。作中以前はウッソエビンと共に両親が失踪していたので2人で生活をしていましたが、実際はザンスカール帝国の女王マリア・ピア・アーモニアの実の娘であり、巨大サイコミュ要塞エンジェルハイローを制御できるほど優れたミュータイプです。聖女タイプの良い子のはずが、シャクティが活動するほど彼女のために何人もの人が死ぬという結果になっていることから、死神や疫病神と呼ばれるようになりました。最終話では視力と記憶を失ったカテジナが現れた際に、ウッソにカテジナが生きていたことを教えずにさっと帰らせるという塩対応の評判を下げる結果につながっており、7位とさせていただきました。カテジナさん、あなたが帰るところはここではありません。第6位、
クエスパラや機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場しました。優れたニュータイプ資質の持ち主で、ニュータイプ専用機ヤクト動画やアルパージールの性能を引き出せるパイロットとして活躍します。ただ高慢でわがままで自己中心的な性格が目立っており、よく言えば天真爛漫ですが、感情をストレートに表現する幼い面が目立ち、トラブルメーカーでもあります。その幼い面から知らぬうちに父親を殺害し、7位のビンタに逆ギレしてはヤクト動画で勝手に出撃するという軍隊にあるまじき行為をしていました。13歳という年齢を考えると仕方がないとも捉えることができますが、うざい幼い女というイメージが色濃いキャラクターとして6位にさせていただきました。そんなんで大佐を困らせないでよ。第5位、ラフスクライン。機動戦士ガンダムシードと機動戦士ガンダムシードデスティニーに登場したヒロインの一人です。プラント評議会議長シーゲル・クラインの一人娘で、平和の歌姫としても有名な人物です。負傷したキラにザフト軍の最新兵器フリーダムを与えたことで、ザフトから国家反逆罪で指名手配されましたが、ザフトの戦艦エターナルを奪取してヤキンドゥエ戦役に参戦しました。機動戦士ガンダムシードデスティニーではデュランダル議長により暗殺されそうになりますが、それをきっかけにキラたちと共に戦争する者全てを止めるべく活動を行いました。戦争を止めたいという思いで活動していたのですが、最終的にはラクスの行動で思い通りの方向へ世界が動いたという結果になっているので、やっていることが怖いキャラという意見が多く5位とさせていただきました。思いだけでも力だけでもダメなのです。第4位、フレイ・アルスター。フレイは機動戦士ガンダムシードに登場したヘリオポリスに通う学生でしたが、戦火に巻き込まれたことで波乱の人生を送ることになったキャラクターです。父親が乗る艦がザフトに撃墜されたことでコーディネーターを憎むようになり、同時にコーディネーターのキラを恨むようになります。戦いたくないキラを戦場に駆り出すために自らの肉体を使うことも厭わない、そのやり口と映像描写から映像倫理に物議を醸し出すことにもなりました。物語後半はクルーゼに利用され壮絶な最後を遂げるという儚い人生だったものの、本当はキラを騙していたことを謝罪したかったという思いだったことから、物語上は戦争によって狂わされた悲しいキャラとなるはずが、男を手玉に取って狂わせるという印象が強すぎるからか、ひどいキャラという意見が多く4位にさせていただきました。あんた自分もコーディネーターだからって本気で戦ってないでしょ。第3位、ネーナ・トリニティ。機動戦士ガンダム00に登場したガンダムマイスターチームトリニティの一人です。戦闘支援や電子戦に長けたガンダムスローネドライに登場しています。小悪魔的な容姿と言動から可愛いキャラとして人気が出るかと思いきや、どうしようもない性格が発覚します。スローネドライで飛行している最中に結婚式を見かけて気が向くままにビームライフルで民間人を皆殺しにするという悪行を行うキャラであることが発覚して、視聴者の度肝を抜きました。その後はサーチェスに狙われてニーニーズを失いワンリューミンに保護されますが、4年後には大嫌いという理由でアニモロとも殺します。やりたい放題のネーナですが、最終的には結婚式の生き残りルイス・ハレビーによって幕を閉じることになりました。悪意しかない下道っぷりと結末から同情の余地はねえなとネタにされるほどのキャラとして3位にさせていただきました。なおネーナは下道キャラとして有名なものの、小悪魔的な容姿や言動が人気だったようで、劇場版ガンダム00ではミーナ・カーマイン、通称ネーナ2が登場し、積極的な最高、もうたまんない。第2位、カテジナ・ルース。機動戦士ビクトリーガンダムに登場し、当初はウッソが憧れるヒロイン的な存在だった優しいお姉さんだったキャラです。ザンスカール軍のクロノクルアシャーに惹かれてからは徐々にその性格が変貌していきます。人の死を何とも思わない非道な行動や作戦が目立つようになり、仲間だった主楽隊なども殺し、地球クリーン作戦で民間人を虐殺します。部下の女性兵士、通称水着のお姉さんたちによる色仕掛け作戦を仕掛けてお茶の間に衝撃的な印象をもたらしました。他にもウッソには優しく接するふりをしてナイフで刺し殺そうとしたり、最終戦でクロノクルにウッソと一騎打ちをけしかけるという表記じみた様子も強く印象を残しました。
ある意味戦争の被害者として捉えることもできるキャラですが、あまりにも鬼畜な所業が多く、悪女として語られるキャラとして2位にさせていただきました。なお、最新作のスーパーロボット対戦30では、まさかの味方になるという隠し要素があり、多くの方々が、カテジナが仲間になるのはどうなんだと物議を醸す様子が伺えます。甘いよね坊や。第1位、ニナ・パープルトン。堂々の第1位に輝いたのは、機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーよりニナ・パープルトンです。ガンダム1号機と2号機の開発に携わっているアナハイムエレクトロニクス社のシステムエンジニアです。GP02 が強奪された際は、パイロットではなく、ガンダムの心配をするなど、機械しか目に入らない人物のように見受けられます。そんなニナは終盤で、コウとガトーの前で、ニナは、現在の恋人である、コウではなく、元恋人のガトーをかばいました。コロニーを落として人類を虐殺しようとするジオン残党をかばうということで、視聴者の怒りを買うことになります。そして、ニナは、コロニーが落ちる様子と、ガトーの死にゆく様を見届けることになるのですが、最後にコロニーが落下した北米の穀倉地帯でコウと再会した際には、何事もなかったかのように驚くほどの笑顔を見せるのでした。なお、本作は、途中で、監督が変更になったがゆえん、矛盾が生じている箇所があると言われており、序盤で GP02 が強奪される際には、ガトーの顔を見ているのに全く知らない人としか思っていない描写だったものの、後半では元恋人になっています。ただ、それについても、元恋人の顔も覚えていないと悪評を増やす一因になっています。なお、小説版では設定が保管され、ニナがガトー側についた理由は、無抵抗のガトーを射殺すると、コウが一生後悔すると考えての行動とされており、最後にコウと和解しているものの、そもそも連邦の士官であるコウがガトーを撃ち、コロニー落下を阻止して何が咎められるのかという気もします。何一つ汚名返上できそうな要素が読み取れないキャラとして、ダントツの悪女第1位となりました。くそったれ。以上、ガンダム史に名を馳せる悪女10選をご紹介させていただきました。戦争の犠牲者として悲しくも心が病んでいった女性たちも多く、一概に悪と呼ぶのはどうかという捉え方もできますが、皆様いかがでしたでしょうか。今後もこのように当チャンネルのコミュニティで実施したアンケート結果をもとにしたランキング動画を作成していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。